おはようございます。メリカミ太一です。今日はウサギラパンを使ってラパンソテオシャンピニオンを作ります。今回シャンピニオンはシャンピニオンドゥパリ、マッシュルームを使っています。もちろんこのシャンピニオン他のキノコに変えても美味しく食べれますので、ぜひ挑戦してみてください。今回買ってきたウサギ、非常に新鮮で腎臓、肝とも非常に美味しそうだったのでソテーしてつけました。ラパンウサギの出ぞせの仕方は他に詳しく説明した動画があるので、そちらを参考にしてください。それではラパンソテオシャンピニオン一緒に作っていきましょう。今回使う材料は至ってシンプルで、玉ねぎ、にんにく、きのこ、シャンピニオンですね、マッシュルーム、あとウサギ、白ワイン、10度ボライになります。まず玉ねぎは皮を剥いていきます。一番表の乾いている皮まできれいに取り除いて、にんにくは皮を剥いてから中の芯を取ります。もちろん玉ねぎ中が腐ってないか確認してください。その後よく切れる包丁を使ってこのように薄く細かく縦に切り目を入れていきます。しずれという作業です。縦に切り目を入れた横に1回2回と包丁を入れて、また細かく包丁を動かしながら切っていきます。この後叩いたりせずにこの状態で終わります。にんにくも同様にしずれという状態にします。包丁で叩いてしまうと繊維を潰してしまって玉ねぎ臭くなります。なのでこのまましずれという切って終わる状態でガルニチュールを用意します。もちろんいつも通り切り終わったらカードを使って器に移し替えておいてください。今回玉ねぎもにんにくも同じ時に入れるので分けずに一緒にボウルに移しておきます。きのこは基本的に洗わずにこのようにエプルシェしていきます。もちろんきのこの種類によっては洗ったりもしますけども、シャンピニオンドパリ、マッシュルームに関しては洗わずにこのまま表の一皮を剥いて洗わずに使います。このようにピエ、足の部分を切り落として包丁を使って裏側から薄皮を剥いていきます。剥き終わったらこのように6等分して置いておきます。もし小さければ4等分もしくは半分でも構いません。すべて切り終わったら器に移しておきます。それではうさぎの方を処理していきます。もうこのように切り終わったうさぎですけども、この部分、まず背中の部分、ラブという部分になります。そしてこちらが後ろ足の上のももの部分、こちらがすねの部分、これが前足の部分になります。あとこのあばらがついている部分は背中の部分です。あとこちらが腎臓で肝臓になります。またこの解体というか切り分ける作業は詳しい動画がありますので、そちらを参考にしてください。今回腎臓も肝臓も非常に新鮮で美味しそうだったので、このようにきれいに掃除をして切り分けておいておきます。あと最後ソテーして一緒に添えたいと思います。それでは焼く前に塩コショウで汗染めしていきます。きっちり両面汗染めします。もちろん焼く直前に塩コショウで汗染めしてください。前もってしすぎると水が出てきてしまいます。温めた鍋にオリーブオイルを入れて肉を焼いていきます。この時熱すぎずなく、ある程度焼ける音がするぐらいですねの温度で入れていきます。この間ずっと中火より強火で
鍋の温度が下がらないように気をつけながら表面を焼いていきます。時々鍋をこのように動かして油が全体的になじむようにして肉を焼いていきます。このように軽く色をつけることによってうさぎの旨味がより強くなって非常に美味しい料理ができます。このように肉に色がついていった順に肉を取り出していきます。この時フライパンの底についているうまみですね。うまみは焦がさないように気をつけてください。そこにしずれにしたオニオンとニンニクを入れて、塩を一つまみ入れて、うまみを剥がしながら玉ねぎ、ニンニクにきっちり火を入れていきます。このようにまず全体的に鍋底についたうまみを剥がした後は蓋をして玉ねぎの持っている水分でゆっくり火を入れていきます。このように水が蓋についてますので、その水をまた鍋に戻して玉ねぎにきっちり火を入れていきます。玉ねぎ、ニンニクにきっちり火が入ったら先ほど切っておいたシャンピニオン・ド・パリを入れて軽くなじませます。軽くなじんだところに白ワインを入れます。もちろんアルコール分を入れた後はアルコールを飛ばしてください。アルコール分が飛んだら先ほど色だけをつけたうさぎを丁寧に鍋に敷き詰めていきます。ここで蓋をしてこのままゆっくり火を入れていきます。15分経ちました。このようにきのこからだいぶ水分が出ています。ここで10度ボラー油、今回鶏のブランドボラー油茶色いだち汁ですけども、ここでもしうさぎの茶色いだしを取ってそれを入れてもらっても構いません。あとローリエ、月桂樹を足してこのまま煮込んでいきます。ここで蓋をしてポコポコという状態、未蒸ての状態でまた煮込んでいきます。このように蓋ありで20分煮込んだ後、最後蓋を取ってこまめにアロゼ10を肉にかけながら再度5分ほど最後仕上げていきます。この時蓋を取ることによってソースが蒸発してソースが煮詰まりながら肉に染みていきます。それでは付け合わせの一つ、腎臓と肝臓を焼いていきます。フライパンに火をつけて熱くした状態にしてオイルを引きます。今回使っているオイルはオリーブオイルです。
それを熱いフライパンの中に肝臓と腎臓を入れて表裏さっと焼いたら完成です。それでは最後の付け合わせのパーターヌユ、今でいうパーターフレッシュを給油していきます。またこの作り方他に動画を用意しますのでそちらを参考にしてください。普通に塩茹でして湯がき終わったらそこに少しの煮汁とバターとオリーブオイルを入れてよく混ぜてモンテしていきます。モンテオブールです。バターと煮汁でよく煮えてきたらパートをこのようにフルシェットに巻いて温めたお皿に盛り付けていきます。最後うさぎの方はパセリのコンカッセを入れてよくあえてから盛り付けしていきます。盛り付けする時は背中の部分、ももの部分、前足の部分など部位の違う部分を均等に割って盛り付けてください。各部位でかなり食感が違いますので全ての部位を味わってもらうためにも均等に入れてください。あときのことソースをかけて先ほどソテーした肝臓と腎臓を置いて出来上がりです。もちろん季節によってはここに黒トリュフなどを入れてもいいですしセップだけを使ってもいいと思います。今回仕上げに最後黒胡椒をひいてラパンソテオシャンピニオンの完成です。もしうさぎが手に入りにくいのであれば鶏で代用してもらっても美味しく作れます。それではお疲れ様でした。ボナペティ。